シリーズの金子ゆきです。本日はよだれ鶏ならぬよだれ牛の作り方教えちゃいます。ではまず天醤油を作っていきます。まず醤油です。こちらに上白糖を加えていきます。さらにネギ生姜、あとは各種スパイスですね。すべて合わせていきます。こちらを半分量になるまで煮詰めていきます。天醤油自体で使うこともありますし、それをベースにして今回のよだれ鶏のタレにアレンジしたり、天醤油をベースに黒酢を加えて、お肉のソースにしたりっていう使い方をしてます。加減はまず最初で、沸騰するまで強火で大丈夫です。そこから少し焦げやすくなるので弱火にしてもらって、周りがこうふつふつと沸くぐらい。そこから、全体量の半分量になるまでじっくり煮詰めていきます。あんまり強すぎない。少し時間をかけながら、ネギとか生姜、あとは香辛料の香りを移していくっていうのがすごくポイントかなと思います。これぐらいの火加減で半分量になるまで煮ます。火が強すぎるとやっぱりこう少し周りに焦げついちゃったりとか、その焦げの苦味とかが出てきちゃうので、砂糖が結構入ってるっていうのがあるので、すごくその保存性に関しては優れてると思います。なので、普通に冷蔵庫に、ラップなり密封する容器に入れてもらえば、おそらく1ヶ月ぐらいは全然持つと思います。では、半分量にまで煮詰まりましたら、こちらをこしていきます。それではソースに作っていきたいと思います。先ほど作りました天醤油です。天醤油は冷ました状態で、これぐらいの濃度になってるのが一番理想ですね。ではこちらに、みじん切りにしたニンニクと生姜、さらに、ローカンマという調味料。こちらは、ピーナッツとトーチーラー油という2種類のものをブレンドしてミキサーで回したもの、こちら合わせて用意します。で、さらに米酢です。こちら黒酢です。で、最後に山椒の粉。こちらをよく混ぜ合わせてソースの完成です。ではソースですね。少し深めの器に先ほど作りましたソースを約 15cc ほどですかね、注いでいきます。さらにラー油です。で、最後にごまを入れていきます。今回使用するお肉ですが、A5 ランクのサーロインを使用しております。このよだれ牛のソースなんですが、少し結構しっかりとした味わいですので、脂がよく乗っているものが好ましいかなと思います。ですが、お好みによってリブロースであったり、あとあんまり薄すぎると少しソースに負けちゃうっていう部分が出てくるので、今回のものに関しては、4ミリハモの厚みですね。4ミリの厚みでカットしたものを使用しています。このサーロインの脂が、溶けた脂が、またこのソースの中に加わって、また違った味わいで楽しめるっていう部分も踏まえて、サーロインを使用しています。もともとはそのよだれ鶏のタレなんで、牛肉じゃなくても
鶏肉でもいいし、これはもう好みでいろいろと。肩ロース、何でも代用できるので、ぜひやってみてください。では、お肉焼いていきます。少し煙が出るくらいまでフライパンを温めておきます。お肉に結構油が乗ってるっていうのと、あとできればくっつかないようなテフロンのものです。大体片面3秒ずつぐらい。さっと炙るような感じで焼いていきます。で、柔らかさで言えば、火を通さない方が柔らかい。今回のものはサーロインですし、薄く切ってるので、もうほんと表面だけさっと炙って、香りをつけるっていう意味合いでの炙り焼き。そこが、このタレとの相性もすごくいいので、こういう調理の仕方をしています。それでは盛り付けていきます。少しクッキングペーパーなどで油を軽く取っていただいて、折りたたむようにしていただいて、盛り付けていきます。こちらでよだれ牛の完成です。